じゃがいもの明太チーズガレットを作りました。こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はじゃがいもの明太チーズガレットを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、外側がサクサクでとても美味しいじゃがいもを使ったガレットを作っていきます。今回は明太子を入れていくんですけれども、辛いのが苦手な場合はたらこなどで代用していただいても美味しいと思います。じゃがいもの切り方や焼き方にもポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。じゃがいも、とろけるチーズ、明太子、片栗粉、マヨネーズ、オリーブオイル、パセリ。今回はこちらの材料で作っていきます。まずじゃがいもなんですが、今この状態で約 300g になります。品種に関しましてはお好みのものを使用してください。今回私はメークインを使っていきます。メークインはあんまり表面がボコボコしていないので使いやすいと思います。そしてとろけるチーズですね。私が使うとろけるチーズは今回チェダーチーズも入ってます。こちらもお好みのとろけるチーズを使ってください。あとはね、今回生地の中にパセリを入れていくんですが、もし苦手な場合は小ネギなどを入れていただいてもいいかなと思います。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずですね、明太子を皮から出します。スプーンで中身をそぎ取ってください。皮ごとがお好きな方は皮ごと使っていただいてももちろん大丈夫です。はい、明太はこのように中身だけ取り出しておいてください。それでは続きましてパセリを細かく刻んでいきます。ざっくりで大丈夫なので細かめに刻んでください。このパセリの量に関しましてはお好みで入れてみてください。パセリはこれで OK です。それでは続いてじゃがいもの皮を剥いていきます。はい、そして芽がある場合は芽も取り除きましょう。はい、 OK です。そしたらですね、続いてこちらのじゃがいもを半分に切ります。切ったらですね、今度は縦に薄切りしてください。だいたいここの幅が4センチから5センチぐらいになるようにしていただくといいかなと思います。なのでじゃがいもの大きさに合わせてこれは切ってみてください。そしたらですね、こちら薄切りしていきます。手を怪我しないように注意してください。包丁でやらなくてもスライサーなどを活用していただいても OK です。では薄切りしていきます。はい、で薄切りにしたらあとは細切りにしていきます。この時薄く細くしていただくとカリカリっとした仕上がりを楽しむことができます。では細切りしていきます。はい、このように細切りにしてください。細さはこのぐらいですね。こちらを目安にしてみてください。それではね、残りも同じように細切りしていきます。じゃがいもはね、通常水にさらしたりするんですけれども、今回はじゃがいものでんぷんも利用するので水にさらさなくて OK です。ただですね、水にさらさないと変色が早いので、こちらの作業は手早く行うようにしてください。ではね、残りも同じようにやっていきます。はい、千切りが終わりました。このように千切りにしてボウルに入れてください。そうしましたら続いてここに明太子を半分入れてください。残りの半分は後から入れていくのでこのまま取っておきましょう。そして続いてとろけるチーズです。こちらもですね、後からも加えるのでまず半分だけ加えてください。こちら残りは取っておきましょう。続いてここにマヨネーズ、そして片栗粉を加えます。加えたら菜箸などを使ってよく混ぜてください。全体が均一になるようによく混ぜましょう。こうやってじゃがいものでんぷんを使うことによって片栗粉の量も少量で作ることができます。これでね、綺麗に混ざったんですが、ちょっとね、パセリを入れ忘れたのでパセリも入れます。こちらのパセリは先ほどね、明太子を入れたタイミングで入れていただいて大丈夫です。で混ぜましょう。はい、このようによく混ぜてください。それではフライパンで焼いていきます。今回は20センチのフライパンで焼いていきます。まずここにオリーブオイルです。半分加えてください。そして火にかけます。そしてオリーブオイルをだいたい30秒ほど温めてください。フライパン全体に広げます。はい、で30秒温まったら一度火を止めます。そしてこちらガレット生地を入れましょう。
はい、で生地を入れたら全体に広げてください。押さえつけながら敷き詰めましょう。で周りもこのように押さえつけて形を整えます。結構ねしっかりめに押さえつけるようにしてください。このように押さえつけたら火にかけます。火加減は弱めの中火です。そしてこちら残しておいた明太子とチーズをかけたいと思います。まずはとろけるチーズです。パラパラパラーと、適当にねこうやって飾りましょう。続いて明太子ものせていきます。そしたらですね蓋をします。蓋をしたら火加減は弱火です。このままいい焼き色がつくまでだいたい7分ほど焼いていきます。はい、今7分ほど経ちました。蓋を開けます。蓋しましたら一度ね焼き色をチェックしてください。あ、いい感じですね。これで綺麗に焼き色がついてたら裏返してください。いきます。よいしょ。このように美味しそうに焼き色がついてます。そして裏返したらこの周りにオリーブオイルをね回しかけます。全体にオリーブオイルをなじませてください。オリーブオイルがなじんだらあとはヘラで少し押さえつけます。そして片面は蓋をせずにこのまま3分から5分ほど焼き色がつくまで焼いていきます。はい、今ね5分経ちました。そして焼き色をチェックしてください。この時にいい焼き色になってれば OK です。じゃあ一回ねどのくらいか裏返してみたいと思います。いきます。よいしょ。はい、このぐらいですね。こんな感じで焼き色をつけてみてください。そしたら火を止めます。こんな感じで美味しそうに仕上がりました。それではですねまな板に移して切りたいと思います。切り方はねお好みの切り方で切ってください。熱いのでやけどしないようにだけ注意しましょう。では切ります。はい、こんな感じです。今回私は6等分にしました。こちらはお好みで切ってみてください。それではお皿に盛りたいと思います。はい、これでじゃがいもの明太チーズガレットの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように表面はカリカリで、そして中はねしっとりもちっとした食感に仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。外側がカリカリで中がシャキッとした食感ですごく美味しいです。そしてこの明太子が効いてますね。味の濃さもちょうどいいので何もつけずにこのまま美味しく召し上がっていただけます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のじゃがいもの明太チーズガレットのポイントです。まずじゃがいもなんですが、こちらはお好みの品種を使ってください。今回私はメークインを使用してます。メークインは比較的に表面が平らなので扱いやすいと思います。あとメークインはどちらかというとシャキッとした食感も楽しんでいただけます。そしてこちらのじゃがいもなんですが、できるだけ細めに細切りしてみてください。そうすることでとてもカリカリっとした仕上がりになりやすくなります。さらにですね、このじゃがいもなんですが、切った後ね通常じゃがいもは水に浸したりするんですけれども、今回はじゃがいものでんぷんも利用していくので水には浸さずに作るようにしてください。水につけないとちょっと変色が早くなるので、じゃがいもを切り始めたら手早く作業するようにしてみてください。今回私はね包丁でやったんですけれども、スライサーをやっていただくとより手軽にできると思います。そして焼く時のポイントです。今回私は20センチのフライパンを使って焼いたんですけれども、おすすめは20センチのフライパンです。だいたいそのぐらいの大きさのフライパンを使ってみてください。そして焼く時はですね、最初は蓋をして裏返したらその後は蓋を開けたまま焼くようにしてください。そうすることで表面がカリッとした仕上がりになります。あとですね、今回チーズと明太子は半分だけ生地の中に入れて残りは上に乗せました。そうすることで明太子とチーズの味わいがより引き立つので、ぜひねこちらの焼き方で焼いてみてください。そしてオリーブオイルなんですけれども、まずはじめ半分入れて残りは裏返したらまず縁のところに回しかけて、あとは全体になじませてください。そうすることで両面カリッとした仕上がりにすることができます。そして仕上がったらあとはお好みの大きさに切って召し上がってください。今回は6等分にしたんですけれども、一口サイズにしてお弁当などに入れてもいいかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はじゃがいもの明太チーズガレットを作りました。
私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。